上田典子さん、当時13歳。爆心地から 2km の観音町で被爆しました。上田さんは県立第一高等女学校の2年生でした。市内の印刷所に学徒動員され、近くで朝礼をしていた時被爆しました。一級下だった妹さんは土橋で建物疎開の作業中に亡くなりました。今でも妹さんが8月5日まで書いていた日記を大切に持っています。昭和20年は2年生でしたから、2年生の7月に動員をして、その時伺った話では他の中学とか女学校は2年生はまだ動員しなかったんだけど、県女だけがなんか一番先に2年生を動員させたとかって聞いてましたけど、ですから7月に私たちが動員してからは学校でお勉強できるのは1年生だけで、その1年生も建物疎開の後片付けとかいうの出てましたからね、ほとんど勉強する時間はなかったようですね。ちょうど第一県女とはめ込んであるのが門柱が4本で東から西に入ってまして、大体ここら辺りが正門ではないかと思いますけど、ほとんど分かりませんのよね。だから100メーター道路にするためにここ学校がなくなったんじゃないでしょうかね。妹さんが1年生にいらっしゃる。はい、妹1年生でした。妹さんはお勉強できたわけですね。まだ生徒として学校に残ってました。私たちはなんかいわゆる工場に働きに行くっていう状態でしたからね。ですから毎日お弁当を持って印刷、私は広島印刷っていう印刷工場行ってました。活字を拾ったり、それから私はトレースをしてました、印刷工場で。地図を拡大したり縮小したり、ああいうことしてました。で高須の広島航空っていう航空機の部品工場行った人と、それから緑っていうとこで被服廠の分室みたいなとこでミシン踏んでる人とか、大体3か所ぐらいに分かれてたんだと思います、2年生は。もっと上級生の方は違うとこもあったみたいですけどね。8月5日の日からですね、6日にかけての、そのご家族との様子やお友達との様子っていうのは覚えていらっしゃいますか？前日の記憶は全部抜けてるんです。ですから6日の原爆が落ちる前からその前後のは非常に鮮明にあるんですけどね、なんだかその前日の記憶がないんですよ。ただ妹は疎開後の片付けのために土橋の方へ朝出たんですけど、それよりも先に私が出ましたね、うちは。お弁当を持って私のが先に出て、それからその後妹が出たらしいんですけど、で当時は広島市内は全部徒歩で、電車もバスも生徒は全然許可がない限り乗っていけませんでしたので、広島市内をどこからどこまで徒歩歩いていきましたので、かなり朝早く家を出たような気がします。その日の覚えてらっしゃることを教えていただけますか？家を出て工場、広島印刷へ着いて朝礼をしてましたね、時間で。多分あれは早く行った順番に整列してたと思います。私は割合前の方に並んでました。で点呼があって朝礼を受けた後は木銃ってご存知分かりませんでしょ。木で作った銃を持って銃剣術の稽古をするんです。でその銃を持って整列してましたらピカッと光りましたね。で気が付いた時には持ってた銃を放り投げて、
すぐ左手にトイレがありました。トイレの入り口に駆け込んでました。そしてトイレの中に伏せて目玉をこうして押さえましてね、耳で親指で耳の穴を塞いで鼓膜、当時は何かあると爆風なんかで目玉が飛び出すとか鼓膜が破れるとかっていうので、すぐこういう格好して地面に低く伏せるのがもう習慣、身についてましたので、ね、気がついた時には左手にあったトイレの中でそういう格好してました。もう一瞬世の中の音が途絶えてしまって、そして世の中全部がなんかオレンジ色のように見えまして、だから物音が何にもしなかったような気がするんです。でふっと一瞬気が付くと、そのトイレの入り口でこうやって地面に伏せてましてね、意識が戻って立ち上がってみたらもうやけどしてる人がいました。つるっと顔の方がねやけどで、一人の方だけのお名前は覚えてるんですけど、辻田さんっていう方がね顔面が焼けておりましたね。でそれからはもうてんやわんやで、だけど私はなんか妙に落ち着いてましてね、見ると履物がもうどっかに飛んでて裸足になってましたので、そこら中ガラスのかけらも散らばってたし、これはこのまま歩くと足を切るぞっていうような一瞬そういうのが頭をよぎって、どうなったのかわからないけども履物を探して履いて、で見ると皆さん校庭の中の防空壕に退避してらして、そこへ行きましたらもう私は入れる余地がありませんでしたね。でどうしようかなとうろうろしてると黒い雨が降ってきました。だから辺どのくらい時間が経過したのか時間の観念が全然ないんですけれど、そして雨が小やみになると今度は今朝持ってきたお弁当を探さなくっちゃと思って、食料ってとってもその頃大事でしたのでね。でトレース室は第二高等小学校の教室をお借りして仕事してましたので、そこにかき分け入ったら私の救急カバンもお弁当もそっくりは見つかりました。でそれを持って出てみると、みんなで恋の山に避難をしようっていうことで集まってらして、それから恋の山に逃げていきました。恋まで行くのに橋を2つくらい渡ったんじゃなかった。川が2本多分あったように思いましてね、行くともう橋は落ちてましたから、土手で引き潮になるのを待って渡ったんですが、その頃にはもう土手にはたくさん市内中心部の方からね怪我人の方がどんどん逃げてきてましたね。男の方が大竹から来たってで、今朝早く広島県庁に用があって来たけど、こんな格好になってしまったって、もう全身やけどでした。で汽車が大竹まで帰れるだろうかなって私たちにね心細そうにお聞きになるから、子供でしょ。でどうでしょうか、でもこういう駅通って私たちは山へ逃げるから一緒に行きましょうって、その方にもやけどの薬をベタベタ塗った記憶があります。でしばらくその方のことどうかな、元気でいらっしゃるかな、それともやっぱ今でも時々思い出しますね。で私たちは救急カバンからやけどの薬とか切り傷とか出してそういう方たちに塗りました。そういうふうにするように普段から訓練されてたわけで、今思えば悲しいですね。あれ14歳ぐらいの子供が今だったらとってもそんなことできませんけどね。あれを思うとなんか自分自身かわいそうだったなと思いますね。それと山へ逃げる途中の後遺小学校が救護所になってましてね、県女の1年生が収容されてたんだけど、私の妹もそこにいるんじゃないかしら思ったけど、怖かったんですよ。本当に怖かったんです。
焼けただれてね、体中膨れて、そんな人が本当にゴロゴロっていうほどいっぱい、廊下から教室からちょっと門から覗いただけでもそこら辺にぶっ倒れてね、それで拳銃の生徒が収容されてるところまで私は足がすくんで怖くて探すことできませんでした。次の日は先生がそれぞれみんなお家の方へ帰ってみるようにって言われて、で同じ方向の人ご一緒に、私がそうですね、今名前を覚えてるだけでも4人か私を入れて5人か6人で帰ってきたんですけど、途中で軍用トラックが何かこう叫びながら通ってましてね、よく聞いてみると私の名前を叫んでるんですよ。で私の名前を叫んだ後で私の両親がどこそこに避難してるので来るようにという伝言だったんです。だから私は幸運だったんだろうと思うんです。で両親とも怪我してましたけども、命に別状なくって、でその時も一緒に帰ってたお友達のことなんか考えもしないで、自分の両親の落ち着き先が分かるともうすぐ走って「さよなら」って言って私は別れたんですけど、今考えてみるとあの方たちがどうするかとか少しはね配慮ができるんだろうけど、ああいう時は本当に今考えると反省ばっかりするようなことが多くて、やっぱり前の日はその救護所で妹探すのさえ怖かったけど、一晩経ってその次の日になると川に浮いてる死体見ても平気になってるし、それから自分の両親が元気でいるっていうことが分かるとお友達のことなんか思いもしないでさよならって言えるし、ちょっとやっぱり普通の神経じゃなかったんですよね。あれは怖いことだと今考えると思いますね。その後妹さんを探されに行かれたんですか？父はもうそれから毎日足を小指がほとんどちぎれそうなくらいひどいガラス傷でしたけど、それでも布でくくって毎日妹探して歩いてましたけど、どこにもいませんでした。だから救護所に収容されてても意識があって自分の名前を言えた方はいいんですけど、何も言わないで亡くなるとそういう死体はすぐ一箇所に集めてね、なんか模してたみたいだから、どこでどう亡くなったのか全然わからないんです。で1週間か20日ぐらい経った時でしたかね、父が妹が疎開作業してた土橋で瓦がたくさん積んであったそうですけど、その下に何か黒いものが覗いてるので棒でこう引っ張り出してみましたらね、妹の制服だったんです。だから畳んでその瓦の下に入れてって全然破れもしないでそれが出てきましたからね、それが唯一お骨の代わりになってお墓に入れました。それから半年ぐらい経った時にね、どなたかがまた白い布を見つけてくださって、でその白い布に血液、住所、氏名、本籍地と血液型が墨で書いてあって、それは妹がこうもんぺを履いてますでしょ、スカートは履きませんでしたからね。そしてもんぺの上にこうポケットがつけてあるんです。でそのポケットを通して肌につく内側に縫い付けてあったんですけど、それの白い布だけが落ちてたんだそうです。だからおそらく他の部分は焼けるかちぎれて吹っ飛んだか、だからそれが帰ってきた時には母が「ああこれではもう生きてはいられないわ」って
制服が出てきた時とその白い名前を書いた布が帰ってきた時には本当にもう諦めたって言ってました。それまでは帰ってくるかもしれない、どっかの収容所で苦しんでるかもしれないっていつも言ってましたけど、その他のことはあんまり思い出せないんですけどね、妹の髪の毛の感触だけは今でも覚えてます。サラ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 してツヤツヤしてとっても綺麗な髪の毛だった感触ははっきり今でも覚えてます。すみません、ちょっと。妹さんが日記を残されていたんですが、それはどういうふうに分かられたんですか？日記を。あれ毎晩妹は日記を持って郊外に寝るためにだけ郊外のお家へ行ってましたので、そこのうちに日記が置いてあって、はい、でそれを母はもう誰にも言わないで自分で持ってたんですけど、33回忌の時に私にこれがあるんだけどってで法事をしました時に、ね、来てくださった方たちにお見せして、それ、みんなにこういうのが残っててこういう娘がいたっていうことを皆さんに記憶しててほしいって言って皆さんにお見せして、それから私に預けました。ですから第一県女に入学した日から亡くなる前日の8月5日の日曜日まで書いてあります。だから私たちは記憶がだんだん薄れて忘れてしまったようなことでも書いてあると、ああこんなことだったのかって。それをよくご覧になるわけですか？いえ、それほどでもないですけど、戦争中の紙ですからね、触るともうこの頃ボロボロします。当時のことでですね、今でも常に思い出されるようなことっていうのは。私の一番仲の良かった小学校から一緒に県女の入学試験も受けて一緒に入学した人が武田さんって今平和公園になってるとこで大きなお米屋さんがあったんですけど、その方が土曜日に月曜日に印刷工場を休むって言って、私もいらっしゃいって言えばよかった、無理にもいらっしゃいって言えばよかったんだけど、今でいうサボるんですよね。でとうとう今の平和公園のあたりだったから即死だったらしくて、しばらくしてその方のおばさんっていう方にお会いしましたらね、お茶の間にどうも時間は朝食の時間らしくて、お茶の間に輪になって7つか6つとか7つとかね、座ったまんまの格好で骨があったって。私が無理に土曜日の日に別れる時にサボらないでいらっしゃいって言えばよかったねと思って、あれも後悔してますね。なんかずる休みするのが嬉しかったような気がして、勇気のある人だなと思ったり、そんなような気がして。でね、私たちの小学校の話なんですけど、受け持ちの先生がアメリカ2世の方でしてね、終戦後にその方が英語ができるもんでABCC ってありますね、肘山に。あそこの所長さんのアメリカの方の秘書をなさってて、訪ねて行ったんですよ、懐かしくて。そしたら「シー」って言って、ここでは先生って言ったら絶対いけない。
でもう二度とここへ私を訪ねてきてはいけないって言われたのはショックでしたね。もうなんか180度昨日良かったことが終戦を境にいけないことになって、昨日まで悪かったことがいいことになって、私はくらいショックを受けたことなかったです。で考えてみると、私たちも右を向けって言われれば右を向いてて、本当に文国少女でしたから、学校卒業すると十分看護婦さんにでもなりたいと思ってましたから、なんかやっぱり戦争に少しは加担してたのかしらんっていうような反省もあります。もう普通に暮らしててね、普通の人がある日突然地上から消え去ってしまうって、こんな怖いことはないとこの頃つくづく思うんですけど、とにかく戦争しちゃいけませんね。